ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、リクエストにお答えします。スノーマン 360m レッグバージョン。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのラポネボーカルルーム。さあ今回の 360m なんですけど、スノーマンのですね、渡辺さんと目黒さんと阿部さん、この3人で歌っている楽曲でございます。なので3人に焦点を当てた歌声分析の内容となっております。そして今回もですね、ものすごい歌声、そしてものすごいハーモニー、ものすごい表現の仕方、もう本当に魅力がですねたっぷりでした。本当にリクエストしていただけて嬉しい気持ちでいっぱいです。その辺をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。そして動画の後半でも言っているんですけど、今月のですね、中旬から下旬にかけて SnowMan 勉強期間というものを鶴さんのラポネボーカルルームの方で行いたいと思います。なのでぜひスノタンの皆様のですね、 SnowMan といったらこの曲は聴いておいた方がいいよとか、私のおすすめはこれですっていう風な楽曲をですね、ぜひコメントの方で教えていただけたらなというふうに思います。リクエスト数の多い楽曲からですね、歌声分析動画の方を公開していきたいと思いますので、ぜひ皆様のお力お貸しください。よろしくお願いします。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在鶴さんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SnowMan 360m レッグバージョン歌声分析 GO!優しい声ですね、阿部さんの声。鼻の中の空間を響かせた声、鼻腔共鳴、この辺のですね、声の成分がいっぱい出ている声質ですね。鼻の中に声を通すイメージで歌うっていうかね。坂の上見下ろした街並みは、こんな感じの声質作りかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。街並みはのこの波はがすごく好きな声です。僕、優しさプラス温かさがね、歌声から伝わってきますよね。次いきますよ。で、今結構音域低いんですよね。人の波、この辺とかはもう日常生活で会話をする音域よりも低いぐらいの音だと思うんですけど、でこの部分でも鼻に声をいっぱい入れてるんですよ。で低い音で鼻に声を入れるとどういう現象が起きるか。低い音っていうのはこう重くてもわっとするような性質を持ってるんですよ。人の波、普通に歌っちゃうとこういう風にモコモコしたような質感になるんですけど、ここで鼻に声を入れると声質がすっきりします。人の波、これが鼻に入れた低音です。鼻に入れないと人の波、もわっとしますよね。低い音域でもしっかりと感情だったり歌詞をですね伝えるために阿部さんはこういう声の出し方してるんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。でちょっと息のサラサラって音が混ざったウィスパーボイスも使ってるんじゃないかなっていうふうに思います。人の波みたいなウィスパーボイスを使うことによって声の優しさ成分がですね増幅しますよね。そして耳元でささやいているようなそういう雰囲気もしてくると思います。次いきますよ。ああいいね。信号
っていう感じで、ここで鼻腔共鳴のこう艶っぽい成分を増幅しているような歌い方ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、すごくいい声ですよね。とっても素敵な信号っていう風に思っちゃいますよね。こんなに素敵な声で歌われたら。次いきますよ。うわーいい声だ。もうマイナスイオンたっぷりですよね。で、何曲か SnowMan の楽曲歌声分析動画公開しているんですけど、その時の阿部さんの声で印象に残った雰囲気ってすごく明るくて優しいみたいな感じだったんですけど、今回の 360m 物悲しいような雰囲気の声質を使ってるかなというふうに思います。この声質初めて聞いたのですごく嬉しいですね。もう一回聞いてみましょう。笑顔かけよるのところが一瞬スピード感が上がるんですよね。音のリズム的に本当にこう駆け寄っているような雰囲気が出ているんじゃないかなっていうふうに思います。で、茜空。茜空ってことは夕方とかそういう時間かな。すごく歌詞のストーリー性が伝わってくる素晴らしい歌声だと思います。次いきますよ。安心できる安定した歌声ですよね。で、目黒さんはですね、肺の中の空間、胸腔共鳴という声の響きをメインで使って歌っています。で、胸腔共鳴っていうのは歌声の土台となる声の成分でですね、ここをしっかり使っていると、先ほども言ったように歌を聴いていてこうホッとするとかね、安心するってそういう気持ちになれる歌声なんですけど、もう完璧にコントロールして歌ってますよね。で、胸腔共鳴を使うともう一個魅力が増幅するポイントがあって、声が太くてたくましい歌声になるんですよね。男らしくてかっこいい歌声っていうかね。もう一回聞いてみましょう。お揃いのスマホケースに切る、こんな感じの声の使い方かなというふうに思います。胸の響きメインで、その声を少しだけ鼻に入れるんですよね。で、ほんのり声に艶っぽさを出してるっていうね、すごくセクシーな歌声ですよね。で、ここで一つ目黒さんテクニック使ってます。何を使ってるかっていうと、スタッカートっていう音をですね、切るように歌うテクニック、これを使ってるんですね。で、スタッカートを使うとどうなるかっていうと、歌声にリズムのノリがですね強調された雰囲気が出てくるので、弾んだような雰囲気が出てくるというか、躍動感が生まれるんですよ。このノリがねまたかっこいいですよね。次いきますよ。うわ、包んだら、ここの裏声はですね、ちょっと喉の空間を狭くしてるんですよね。で、狭くすることによってこう切ないような質感の裏声になっていますよね。もう一回聞いてみましょう。喉の空間を狭くしてその声も鼻に入れてるんですね。包んだら、こんな感じの声かな。いや、この短いポイントでいろんな声使ってますよね、目黒さん。素晴らしいです。次いきますよ。かっこいい歌い方で、ここでも全体的にスタッカートですよね。で、この後サビが来るのかな。で、サビで盛り上がったような雰囲気になっていくのかな。全体的にですね、子音が強くなってるんですよね、前半に比べて。で、子音が強くなるとですね、アクセントと言われる強い音が生まれてくるんですよ。そうなってくると歌声がですね、こう盛り上がった雰囲気が出てくるんですけど、もう一回聞いてみましょう。
未来予想図までのあたりのシーンが結構強いですよね。ここから盛り上がる、あるいはこの未来予想図までっていう言葉を強調して伝えたい意図があったのかな。まあ多分ねどっちかだと思います。次いきますよ。いいね。綺麗なビブラートですね。このビブラートはですね、横隔膜を揺らすタイプのビブラートかなっていうふうに思います。ビブラートで2種類ありまして、音程をですね、っていう風に動かして音を揺らすタイプと、今の目黒さんみたいに横隔膜をですね、こうって揺らすタイプ2種類あるんですけど、おそらく横隔膜タイプなんじゃないかなっていう風に思います。横隔膜でビブラートをする方っていうのは割とこう癖で使っちゃう人が多いんですよね。逆に言うと癖になるまで相当練習した証拠なんですよ。これもう一回聞いてみましょう。ここ今ってところ、これが横隔膜ビブラートですね。でそしてすごいなって思ったのが、今聞いたところ結構音高いんですよ。でも目黒さんはですね、低い音の時に使っている胸腔共鳴の響きを高い音でもキープしてるので、音が高くなっても声が太いままなんですよね。これって実はものすごいことで、声の性質上高い音を歌うと声が細くなって、低い音を歌うと声が太くなるっていう、これがね普通なんですけど、ここをですね歌のテクニックでいい意味で無視してるんですよね。でどの音域でも同じ声が出せるっていうのは、これはものすごいテクニックなんです。ただ習得するまでめちゃくちゃ練習しないとダメなんですけど、なので目黒さん相当歌練習してますね。次いきますよ。わあやっぱうまいね渡辺さん。たった360メートルの2人の時間が、こんな感じのフレーズですよね。めっちゃ難しいですよ。でここすごいことをやっていて、渡辺さんはたったここは地声です。300ここミックスボイス、60地声、メートルのミックスボイス、2人ミックスボイスの時間が地声みたいな感じでですね、地声とミックスボイスを行ったり来たりの歌い方をしてるんですよ。これすっごい難しいですよ。もう一回聞いてみましょう。で高いところで渡辺さん顔をこうくしゃっとするじゃないですか。このくしゃっとした顔の表情でですね、ミックスボイスを出しやすい体の使い方をしてるんですよね。高いからってやってるわけじゃなくて、顔の表情で声を作ってるんですよね。で皆さんこうやってほしいんですけど、こうやるとなんか鼻の奥が開いたような感覚ありませんか？ミックスボイスってその開いたところに声を通すみたいな声の出し方なんですよ。なので体の中の声の通り道を表情で変えることによって作るっていう風な歌い方をですね、渡辺さんここではしてます。次いきますよ。渡辺さん高音もいいけどね、中音域もめちゃくちゃ魅力的ですよね。渡辺さんの歌い方の特徴として、一つ一つの音をですね、こうしゃくりって言って、ちょっとだけ低い音から目的の音にクイッてこうしゃくり上げるような歌い方がですね、渡辺さんの歌い方の癖っていうかね、そういった部分だと思うんですけど、これがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。でしゃくりを入れると歌のフレーズにスピード感が一気に増すので、超かっこよくなるんですね。もう一回聞いてみましょう。ここ全部しゃくってんじゃないかな。変わったらみたいな、ゆっくりやるとねこんな感じで歌ってると思うんですけど、全部しゃくってるから、もうこうグイグイ歌で曲を引っ張っていくような雰囲気が出ていますよね。次いきますよ。
わかっこいい。さっきからかっこいいしか言ってない僕で、渡辺さんのですね声の作り方、声質の作り方っていうか、これ説明していなかったですね。渡辺さんはですね非常にバランスがいいんですよ。声の響きの成分がね。先ほどから鼻腔共鳴とか胸腔共鳴とか言ってるんですけど、歌を歌う上では代表的な3つのですね声を響かせるポイントがあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴で、鼻の中の鼻腔共鳴、この3つがですね代表的な声を響かせるポイントです。でこの3つのですねポイントを渡辺さんはまんべんなく使ってるんですね。やや鼻のニュアンスが強いかなっていうぐらいなんですけど、それでも3割3割4割ぐらいのバランスかなっていうふうに思います。男らしい声でもあり、で口の中の胸腔共鳴を使うことによって歌詞もクリアに聞こえる。で鼻の要素も強いので声に艶っぽさもある。もう完璧ですよね。素晴らしすぎる。もう一回聞いてみましょう。で歌声に注目していましたけど、リズムの付け方も完璧ですよね。リズムの付け方というのは先ほど言ったスタッカート、子音の付け方、それともう一つ言葉と言葉の間にちっちゃい「つ」、音楽的に言うところの休符、これがですねリズムを強調させるためには大事なポイントなんですけど、全部使ってますね。歌の知識半端ないですね渡辺さんは。次いきますよ。で今の低いところは最初の阿部さんと同じようにですね鼻に入れて声質をクリアにしてますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ごめんなさい、今ほらって言ったから一番聞いてほしいところが僕の声とかぶってしまった。ごめんなさい。もう一回聞いてみましょう。ちょっとね黙っときますね。ごめんなさいね。ほらほらほら、何度も超えてのあたりがすごく低い音域なのに声がこうもわっと重くなってないですよね。ここはね鼻に声入れてるポイントなんですよ。次いきますよ。いいね。ここはメインメロディーを渡辺さんと目黒さんが歌って阿部さんがハモってるポイントなのかな。すごく綺麗なハーモニーですよね。もう一回聞いてみましょう。素敵なハーモニーですね。ほんといろんなことができますよね。今のハモリもかなり音の取りづらいフレーズだったんですけど見事に歌ってますもんね。次いきますよ。甘い声ですね。で優しい声質なんですけど、しっかり腹筋を使って高い声を出しているので声にパワーが乗ってるんですよね。なので優しいんだけど力強いみたいな感じの歌声で、それが切ないような感情に聞こえてきた僕は。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、言えなかったのところがめちゃくちゃ強くて優しい声なんですけど、それがすごく切なく聞こえますよね。すごく後悔しているみたいな感情で歌ってるんじゃないでしょうか。次いきますよ。ここの部分の目黒さん割とこうあっさり歌ってんのかな。そこまで感情を込めて歌うっていう感じではなく、こう優しく気持ちを伝えるっていう表現なんでしょうか。もう一回聞いてみましょう。ほら、でこう割とねさらっと歌ってるからこそ一つだけのこの裏声のところが際立ちますよね。次いきますよ。ここで少し盛り上げるんですね。こう徐々に徐々に気持ちが強くなっていくっていう表現方法なのかな、ここは。次いきますよ。わー、綺麗な声。
綺麗ですね、今のハーモニー。目黒さんからこうじわ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 こう盛り上がってきて、美しいハーモニーで一番を締めるっていうね、最高の流れですね。次いきますよ。あ、こういう追っかけな感じか。さっきの帰ろうの後も追っかけで入ってましたよね。なるほどね。次いきますよ。3人バージョンがあるんだ。3人バージョンじゃない。一人一人のバージョンがあるんだ。3人バージョンって3人同時で歌ってるみたいなバージョンですもんね。失礼しました。安倍さん、目黒さん、渡辺さんが次来るのか。よし、聞いてみましょう。楽しみ。おい、ここは追っかけのフレーズ、渡辺さんバージョンも来るのかなって思ったんですけど、安倍さんとのハーモニーですね。素敵ですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。で、渡辺さんのメインメロディーに対して低い音域で安倍さんがハモってるんですよ。で、代表的なハモリにはメインメロディーよりも上でハモるか下でハモるか、このね大きく分けると2パターンあります。で、圧倒的に多いのがメインメロディーに対して上でハモるっていうのが多いんですよ。で、難易度的には上でハモった方が圧倒的に簡単なんですよね。でも安倍さんが今やってるハモり方って下なんですよ。これ僕個人的にすごく難しいと思って、ちょっと油断するとすぐに音程がずれちゃうんですよね、下ハモリっていうのは。でも上ハモリっていうのは自分の声も聞きやすかったり、自分の声の確認がしやすいので割と音取りやすいんですけど、なので安倍さんすごいなって思います。僕ね、下ハモリ苦手ですね。次いきますよ。やっぱりいい声ですね。で、カーテンって歌う前にっていうこう息を吸ってる音が入ってるじゃないですか。この息の音も音符の一部になってますよね。フレーズの一部というか。もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、この息を吸う音をあえて目立たせるっていう歌い方、 R&B 系のボーカリストではよくやるテクニックなんですよ。日本で有名なのは平井堅さんとかがよくやりますね。朝目覚めるたびに君のみたいな、今ちょっと似てたかな、どうだろう。ちょっと寄せる感じで歌ってみたんですけど、感想コメントでお待ちしてますね。次いきますよ。この鼻の感じがやっぱ好きだな、安倍さんの声。すごくね、こういい意味で声質が丸くなるというか。もう一回聞いてみましょう。ねえ、最高ですよね。次いきますよ。横顔、ここかっこいい。で、ここでもね、やっぱり渡辺さん節が出てますよね。こう全体的にしゃくって歌うっていう。もう一回聞いてみましょう。嬉しそうに見つめてる横顔。今指回しながら歌ったじゃないですか。これをやると指のこのグイッグイッっていう動きに声が寄っていくので、しゃくりが入りやすいんですよね。これぜひ皆さん気になった方はですね、練習してみてください。渡辺さんに近い雰囲気の歌い方ができるようになると思います。次いきますよ。わあ、柔らかい。いいね。今高い音がですね、一番柔らかい声を使っていたんですよね。これすごいな。高い声ってやっぱね、どうしてもパワーが乗りやすい音域なんですけど、そこをあえて柔らかく攻めるっていうね。もう一回聞いてみましょう。ほら、
朝日が照らしたみたいな感じでしたよね。最初がちょっとウィスパーボイスっぽいっていうかなんかごめんなさい、ちょっとテンションが上がりすぎて今回の歌声分析動画は全体的に早口な気がする。聞き取れない言葉があったらごめんなさい。テンションが上がってるっていうことなので許していただけたらなと思います。次いきますよ。うわはすごくね奥行きのある歌声ですよね。お揃いで並んだ歯ブラシもみたいな、すごく太くてたくましい声なんですけど、でも優しいみたいなね。でこの声の出し方どうやってるかっていうと、全体的にですね声を後ろに引くようなイメージで声を出しています。声っていうのは前方向に飛ばそうと思うと強い声になりますし、後ろ方向に引くような感じで声を出すとですね柔らかい声になるんですよね。例えばおーいっていうのとへーいっていうのだと同じ音でもおーいの方が強くてへーいの方が柔らかいと思うんです。ではひふへほの行っていうのは人間誰でも後ろに声を引くイメージでですね言葉を発音するんですよね。なので声を引く感覚どういう感じなのかなって気になった方はですねへーいって言ってみてください。そうすると声を後ろに引く感覚わかると思います。もう一回聞いてみましょう。好きだなこの声。お揃いで並んだ歯ブラシもみたいな感じでやると目黒さんっぽい質感の声になるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。聞いてのところのねこの盛り上がり感たまんないですね。で阿部さんのハモリ完璧じゃないですか。渡辺さんとハモってもものすごく綺麗に声が混ざるし、目黒さんとハモってもめちゃくちゃ綺麗に声が混ざるんですよ。なので阿部さん、これはもう僕の想像なんですけど、自分以外の人の声質にですね声を合わせるのが得意なんじゃないかな。ハモリが得意な人って割とそういうタイプの歌い手さん多いんですけど、おそらく阿部さんは人の声に声質を合わせる技術が素晴らしいんだと思います。もう一回聞いてみましょう。うわこの高いところのハモリとかも最高に綺麗ですよね。いやーすごいね。次いきますよ。ここのポイントは渡辺さんも割とこうさらっと歌ってるんですね。やっぱりレコーディング前に3人でミーティングをしてどの箇所をどのように歌うのかっていう話し合いとかをしてからレコーディングに挑んでるのかな。1番の目黒さんの表現の仕方と2番の今の渡辺さんの表現の仕方がすごくこう近いものがあったように感じて、もう一回聞いてみましょう。置き忘れてのあたりからちょっとこうね強い声になっていくっていうか、そこまでは割とこう強い感情を込めるっていうよりもこうさらっとね歌うっていう雰囲気だったかなというふうに思います。次いきますよ。わやっぱいいね。サビ前のハーモニー最高ですね。もう一回聞いてみましょう。でやっぱり目黒さんの言葉の発音の仕方めちゃくちゃかっこいいですよね。歌い方がかっこいいっていうのはもちろんそうなんですけど、今のポイントはですねすごくこう発音の仕方がかっこいいというか、ふいにじゃなくてふいにみたいなこの子音の使い方がねすごくかっこいいんですよ。英語っぽいっていうかね。いやー細かく探るとめちゃくちゃ魅力が出てきますね。次いきますよ。ここが3人で歌う感じなんですね。で1人またハモリに回ってますよね。阿部さんかな。次いきますよ。
ないのにのこのにの言い方がね、癖になる雰囲気ありますよね。もう一回聞いてみましょう。なんか上からこうポンと下に落としたような2の発音の仕方、この辺の言葉の発音の仕方も演技の経験から来るもんなんですかね。割と歌の王道の発音の仕方からちょっとこう横にそれてるというか、それがまたものすごく魅力的なんですけど、いや素晴らしいですね。次いきますよ。すごく色っぽいですね、歌い方がね。で、今の高い裏声、ここの部分はですね、頭を響かせる声、ヘッドボイスっていう声の成分が歌声に混ざっています。で、頭を響かせる声を歌声に混ぜるとどうなるか、声がめちゃくちゃ綺麗になります。もう一回聞いてみましょう。みたいなね、こんな感じの声の質感だったと思うんですけど、裏声を出す時にですね、こう頭の先まで声が突き抜けていくイメージで出すんですよね。これがヘッドボイスの使い方なんですけど、で、歌声をきれいにするのと、もう一つ高い声を出すためにはこのヘッドボイスの声を出す感覚っていうのが非常に重要になります。こちらもね、気になる方はぜひ頭の先まで声が突き抜けていくイメージ、これで歌練習してみてください。次いきますよ。最後ものすごいテクニック出てきましたね。今すぐ、ここですね。ダカダーンって速いフレーズ。これ実は音をこう投げ捨てるように下げるテクニック、フォールっていうテクニックと、目黒さんの時に紹介した横隔膜を揺らすタイプのビブラートで細かく揺れるちりめんビブラートっていうビブラートがあるんですけど、これを同時に使うんですよ。ちりめんビブラートってこういう感じです。で、フォールってこれなんですけど、これを同時にやるとどうなるか、こうなります。この音が細かく揺れるビブラートと音程を移動させる、これをうまく使ってですね、っていう風に歌うんですよ。これ相当難しいテクニックですからね。いや、渡辺さんの歌の実力の底が知れないですよね。次いきますよ。今回は先にコーラスが来るんですね。で、目黒さんから始まって阿部さんで渡辺さんの順番かな。もう一回聞いてみましょう。フレース、このフレーの言い方がね、かっこいいですよね。次いきますよ。この最後のこれもフォールなんですよ。割とこうワイルドな感じで歌っているんですけど、投げ捨てるようなフレーズの語尾の処理の仕方、これをフォールって言います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。最高ですね。次いきますよ。ほら、この混ざり具合やばいですよね。やっぱり阿部さんはどんな人でも綺麗にハモることができるんだと思います、僕は。だって今の渡辺さんの結構情熱的に歌ってるフレーズだと思いますよ。そこに対してもめちゃくちゃ綺麗にハモる歌声で歌っていますもんね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、声質もそうなんですけど、リズムがものすごくドンピシャで合ってるんですよね。ハモる時って音程も大事なんですけど、やっぱりそれ以上に大事なのがリズムなんですよ。音のリズムっていうよりもっと細かく、子音の発音の
仕方だったりシーンの始まるタイミングとか、そういうミリ単位で合わせていかないと綺麗にハモらないんですけど、そこが阿部さん完璧なんですよね。いや素晴らしいですね。で渡辺さん「大切な人がいる」のここの部分はミックスボイス使ってますよね。いやものすごいポイントですね。ここは2人とも歌のスキルが高すぎる。次いきますよ。うん、すごいねめちゃくちゃすごいね。もうゴスペルかっていうぐらい、もう心の底から湧き出た感情を感じますよね。いやーすごい。もう一回聞いてみましょう。で最後声もよく伸びるしね。もう総合力がめちゃくちゃ高いですよね。歌の基礎力もそうだしテクニックもそうだし、どんな風に歌ってもブレないっていうね。渡辺さんも相当練習してるんだと思います。次いきますよ。いいね。高いところ裏声で歌うと抜きの雰囲気が出て、さらに優しさを感じますよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。この落ちサビでこの雰囲気たまらないですよね。次いきますよ。途中ウィスパーボイスが少し入っていたかな、今のポイントで。後半になるにつれて地声感が強くなってるみたいな感じの歌い方だったと思います。もう一回聞いてみましょう。変わったらのあたりでウィスパーボイスをちょっと入れたんですね。いいのにで強い地声っていう感じですよね。いや声質のコントロールの幅が広いですね、目黒さん。次いきますよ。右手に持ってる赤ペンがね、すごくこう真剣にレコーディングに挑んでるっていう気持ちを感じますよね。でこの部分の渡辺さんの歌い方なんですけど、全体的に子音強いんですよね。もう一回聞いてみましょう。ね、子音が結構強いですよね。子音が強いとどうなるんでしたっけ？アクセントに変わる。そうそうそう。覚えましたね。もうこうやってなんか質問形式にすると覚えやすいかな。今ちょっと思いましたね。多分ね、今日ね、ここまで動画見てくださってる方、アクセントは忘れないと思いますよ。次いきますね。いいね。もう歌声分析動画なのに普通に楽しんじゃってる僕がいます。いや素晴らしすぎますね、この3人の歌声。次いきますよ。なんだろうね、この透き通ったすがすがしいような質感の歌声は。で同じ音を2人以上で歌うことをユニゾンって言うんですけど、ユニゾンで歌った場合っていうのは声の雰囲気がこうなんか透き通ったような雰囲気出るんですよね。でその透き通った雰囲気に対して阿部さんかな、ハモリが入ることによってこの神々しいような雰囲気が増幅していくみたいな、理論的にはわかるんですけど神々しすぎるでしょ。これは素晴らしすぎるでしょ。次いきますよ。あーいい。言えなかったのところがなんかこう泣きそうな雰囲気を感じますね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、もうつられて泣きそう。こうちょっと涙腺がねこうジーンとしてきました。ここは後悔っていう感情ですかね。次いきますよ。裏声きれい。裏声きれいですね。で目黒さんのここの裏声もですね、先ほど紹介したヘッドボイスっていう声の成分が混ざっている裏声なんですよね。もう一回聞いてみましょう。
ほらめっちゃ綺麗な裏声ですよね。毎日僕できないなこの裏声。羨ましい裏声です。次いきますよ。最後のワンフレーズはね、これハモるんでしょうね、この画面は。ただその前に止めてしまった。なんてタイミングの悪い。で、今の目黒さんのポイントなんですけど、最初が強く、で、後半に向かうにつれて徐々にこう、弱くなっていくデクレッシェンドっていう音楽用語があるんですけど、徐々にこう弱くみたいな用語なんですけど、まさにそれを使ってるポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。音域が下がってくるので声量も下がってくるのはこれ自然な声の流れなのかなっていうふうに思うんですけど、それをうまく利用してね、強い部分からしっとりさせるっていう風な流れを作ったのかなっていうふうに思います。次いきますよ。ここフレーズがちょっと違うわけね。なるほどね。今回は順番が変わるわけだ。渡辺さんから来たわけだ。次もね、安倍さんってなって、で、最後が目黒さんか。いきますよ。いいね、深い声。君の隣でみたいな。ちょっとね、曲使いすぎたかな、今。もうちょっと、安倍さんの場合は、鼻のね、響きが強いんですけど、すごく声の奥行きがある歌声。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、なんか深いなって感じがしますよね。曲の終盤だからこそこういう深い声を使ったのかな。次いきますよ。最後にこのハーモニーが聴けるわけですね。嬉しいですね。次いきますよ。わ、ここのハーモニーは三声ハーモニーですね。メインとなる音に対して上ハーモニーと下ハーモニー、上ハモリと下ハモリ、これで3人でハモってるんです。ハーモニーの厚みがね、先ほどとは違いますよね。もっとこう美しいというか。もう一回聞いてみましょう。いいね。三声コーラスとかになってくるとやっぱりね、こうゴスペルっぽい雰囲気を感じますよね。ゴスペルっぽく歌おうぜみたいな感じのテーマだったのかな、今回の 360m は。いやー、素晴らしい楽曲でした。以上 SnowMan360m 歌声分析はここで終了です。いやー、やばかったですね。素晴らしすぎて途中から歌声分析じゃなくて一ファンとして楽しんでしまいました。これはね、歌声分析動画として大変皆様には申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、もうほんと夢中になってしまうぐらいの魅力がですね、たっぷりだったなっていうふうに思いました。いや、本当にリクエストありがとうございます。そしてですね、今月の中旬から下旬にかけてですね、SnowMan勉強期間という期間をですね、設けたいなというふうに思います。今年の9月ぐらいから SnowMan の歌声分析動画だったりリアクション動画の方を公開させていただきましてですね、数本動画の方を公開をして少しは SnowMan のこと知れたかなっていうふうに思うんですけれども、まだまだ知ることができていない魅力たっぷりあるグループ、それが SnowMan だというふうに思っております。なのでスノタンの皆様、どうぞお力を貸してください。皆様の SnowMan と言ったらこの曲だよとか、この曲の歌声分析動画見てみたいっていうリクエストがございましたらですね、コメントの方で僕に教えてください。全曲リクエストに答えるのは難しいかもしれませんが、リクエスト数の多い楽曲からですね、歌声分析動画公開していきたいと思います。先ほども言いましたが、ぜひ皆様のお力をお貸しいただければなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。